にちは、ゆむやむです。今回はこちらのドリーミーなコースターを編んでいきます。使用した糸と道具はこちらです。今回はフェアリアで編みましたが、手元に糸がない場合は他の糸でも代用できます。10号針くらいで編める他の毛糸を使用したり、毛糸を数本引き揃えて編んでも可愛いです。4段編んで直径が 10cm くらいの円になれば同じサイズ感で編むことができるので参考にしてみてください。輪の作り目から始めます。立ち上がりの鎖は編まずに輪の中に細編み1、続けて輪の中に細編み6、内側の糸を引っ張り中心を軽く引き締めます。続いて糸端を引っ張り中心を閉じます。糸を長めに引き出してマーカーをつけた目の裏側からループを引き出します。渡っている糸とループに針を入れます。針に糸をかけて引き出します。鎖1、1目として数える。同じところに細編み1、それぞれの目に細編みに
糸を長めに出し、マーカーをつけた目の裏側から針を入れてループを引き出します。渡っている糸とループに針を入れて針に糸をかけて引き出します。鎖1、1目として数える。次の目に細編みに次の目に細編み1、次の目に細編み2、細編み1と細編み2を交互に繰り返す。糸を長めに出し、マーカーをつけた目の裏側から針を入れてループを引き出します。渡っている糸とループに針を入れ、針に糸をかけて引き出します。鎖1、1目として数える。同じところに細編み1、次の2目に細編みを1目ずつ編む。細編みに細編み1、細編み1を繰り返す。
練習の3倍くらいの長さを残して糸を切り、糸端を引き出します。とじ針に糸を通し、マーカーをつけた目の裏側から針を入れます。スタート地点に戻り、糸を通します。糸を裏側から表に出しておきます。ビーズの穴に通るように糸端を斜めにカットします。ビーズの穴に入るサイズの針に糸の先端を通します。ビーズを1つ通し、根元まで移動させます。次の目に針を入れて糸を通します。針の先端から入れるとメッシュに引っかかってしまうため、穴がある方から通しましょう。この手順を繰り返しながら一周ビーズをつけていきます。針山などに刺しておくとやりやすいです。太めの糸で編まれた場合は、一旦糸の処理をしてから別の糸でビーズをつけていきます。似ている色の糸を割り、穴に通る細さにしてからビーズをつけていきます。ビーズをつけ終わったら裏側で糸の処理をします。編み始めの糸端と結んでおくとより安心です。
続いてリボンをつけます。糸端を斜めに切り、リボンの結び目に通します。糸端の処理ができる長さを残して糸を切ります。糸を表から裏側に通して裏側で肩結びをします。糸端は適当に編み地に通して処理します。これでドリーミーコースターの完成です。糸選びやビーズとの組み合わせなど楽しみながら作品を編んでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。